リコチタニック。こんにちは、リコチーです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画は、とにかく増やしたい未消化さんのお気に入りの苗たち、お手入れしつつ増やす作業をやっていきます。実は半年くらい前にも葉ざししたり胴切りしたんだけど、また増やしたくなっちゃいました。可愛いんだから仕方ないですね。早速一つずつ見ていきましょう。ケーレス未消のコロラータブランディティです。ちょっと伸び気味なのはお許しください。冬になるとどうしても日照時間が減ってしまうので、みんなこんな姿になってしまうのです。コロラータというと爪が真っ赤でコロッとしたイメージですが、ブランディティは少し葉が長くエレガントな印象です。マンデラ×マリア。マリアは私の大好きな品種で、薄いグリーンの葉に蛍光ピンクの爪が可愛いユケベリアです。マンデラはどんな子なんだろう。検索してもあんまり出てこなかったです。ギルバ×レッドエボニー。葉っぱがキラキラして綺麗なエケベリアです。お日様の方に向かって斜めに育っているのがよくわかります。見た目は良くないけど元気ならそれでいい。この子はピンクプラネット×ロメオ。ブルー系の葉にピンクオレンジのグラデーションが可愛いです。ロゼットも整っていて綺麗です。では作業を開始します。この子は胴切りしようと思います。太めの糸を葉の隙間に入れ込んでぐっと引っ張ってカットしていきます。先に少し葉を外して隙間を作ろうかとも思いましたが、なんだかちぎれそうな気がしたのでやめました。カットするときは思い切りが大事です。あ、小株がありますね。糸に当たって傷ついたかな。育ってくれるといいけど。株の方は葉を数枚残して外します。残した葉は光合成するための葉です。上部側からも葉ざし用の葉を取っていきます。小株の近くは慎重に。バランスを見ながらいい感じの大きさにします。手のひらサイズでかわいい。葉ざしの仕分け作業をします。明らかに糸でそげちゃってたり、取るときにちぎれちゃったりしたのは避けます。これは無理っぽいやつです。すごい斜めになってる。隙間作りのために葉っぱを外してみましょう。さっきのと違い、きれいに取れます。きれいに取れると葉ざしの成功率が上がるので嬉しい。プチッと外れる感じが気持ちいいです。
隙間ができました。糸が通しやすくなりました。気持ちよくカットできたな。ちょっとバランスを整えて、これで OK。葉っぱがきれいに外せるか試してみます。うまくいきました。このまま一周外していきます。よし、十分な隙間ができたよ。これはまずいかもしれない。茎が茶色くなってる。腐ってるかもしれません。茎が黄緑やピンクだったりすれば健康なんだけど、もう少し先端の方でカットし直しますね。お、いい色。助かるかもしれません。こうやって比べると全然色が違います。傷んでいる茎は茶色くぐじゅぐじゅになります。葉っぱをつけておいてもどんどん感染してしまうので外します。この子で最後です。結局4株とも胴切りすることになりました。葉っぱを外してみたのですがちぎれちゃいました。諦めてこのまま胴切りしましょう。なるべく葉の付け根の方までしっかり糸を這わせます。えい！断面きれいですね。よかった。結構葉っぱがそげてしまいました。残念。葉ざし用の葉っぱを取ったら完了です。この後カットした上部はすぐ土に上に置いちゃいます。葉っぱの方は発芽発根待ちで保管します。冬だから時間かかりそうだな。いつもがっつり増やしたいときは胴切り、葉ざし両方することで増える確率アップを狙っています。多肉植物を増やすときの参考になれば嬉しいです。